雑談です。テレ朝です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いながら、ほぼテレビ番組の話しかしておりませんが、ですね、昨日は何をしてたのか。昨日もまたあれですわ、陣内くんの YouTube の撮影がありまして行っておりましたね。こそこそというかねやっておりますんで、ネタはいつも本当あれなん不思議ではないというか、そういう性質なんでね、しょうがないとは言えばしょうがないんでしょうけど、ネタの方はこうちゃんと皆さん見てくれるけども、企画の方が本当に、見てもらえないとか伸び悩んでいてっていう話をね、毎回するんですけども、本当にだったらチャンネルを分けるとかね、っていうのがYouTube の正しい使い方というか、そういう風に使われているんで、こういろいろな雑多なね、何でもやってるようなものよりも、よく言うのが本当に雑誌というよりも専門誌、チャンネルはそういう作りをした方がいいよっていうのはね、よく言ってるんですけどもね、なかなかじゃあつってその企画だけのチャンネルを立ち上げるほど企画にこう力を入れていくわけでもないし、どうしたもんかなっていう話をしておりますんで、ここを見てる人はね、おそらくね、覗いてるとは思いますけども、面白い企画をね、やってるんですよ、本当に。なんか大根おろしのやつとかね、僕がこれ絶対面白いと思ったんですけど、なかなか跳ねなかったですね。いや、あれ面白いはずなんだけどな、というのと、あと大発見があります。シューマイに大根おろしがめっちゃ合うっていうね、っていうのがあったんで、そんなことを昨日はやっておりましたというところで、あれですよ、見ましたです。昨日はね、だから外行って帰ってきてすぐ寝ちゃったんで、全くテレビをほとんど見てなかったんですが、ドラマの話をしたいなと思ってね、ドラマの話をしたいけどね、大体ルーティンのように毎週もうね、2話目3話目4話目とかなってきて、同じドラマの話をしててもしょうがないから、別のドラマを見ようと TVer でね、何が、放送されてたんだろうというか、今期のドラマ他に何があるかなと思ったら見つけちゃいました。見ました？あの時キスしておけばというね、これ金曜夜11時15分からやっているドラマなんですけども、結構ね、こう設定が飛んでいるというか、他にも設定飛んでるドラマあるからね、結構あと漫画系のね、漫画家さんのドラマが多いですよね。吉岡里帆さんのあれなんでした、あれも漫画家の話ですもんね。恋愛漫画家ね。で、このあの時キスしておけばもうこれ漫画家さんというかね、漫画家が主人公での話なんですが、これもう一つぶっ飛んでるのがね、飛行機事故で亡くなってしまうんですよ、もうすでに。僕は2話目ね、TVer 無料配信の TVer で2話目から見たんです。で1話目を見ずに2話目を見て、どんな話なんだろうね、すげえぶっ飛んでんなと思いながらね、いきなりお葬式のシーンというか、亡くなった病院のシーンから始まって、一人男性がね、松坂桃李さんにこうすり寄ってくるんですよね。あれ私なの言いながら。でそれがなんとこの漫画家さん、麻生久美子さんが演じてる漫画家さんが、
亡くなっちゃって、その魂が乗り移った清掃員がなんて方でしたっけ。よいしょ。井浦新さんですわ。ね、井浦新さんが演じる方、田中正夫さんっていう方なんですけど、その清掃員役でね、魂が乗り移っちゃうんですよ。だから麻生久美子さんの喋り方で、喋り方でというかね、こう演じてるんですが、それがこうなんていうんですかね、困惑するというか、あれでも確かに運ばれていったのはね、腕時計は、見覚えのある腕時計はとか言いながら、松坂桃李さんがこう混乱するというか、ところから2話目は始まるんですけどね、これなかなか2話目だけ見てホームページで1話目のねストーリーどうだったのかね、覗いて相関図とか見てた。これなかなか面白いっていうか、麻生久美子さんがね、いいんですよね、やっぱりね。あと松坂桃李さんね。でそのタイトルにもなってる通り、あの時キスしておけばっていうのがね、この1話目でね、2話目でも回想シーンで出てくるんですけど、あの時こうキスを迫られた時に松坂桃李さんが拒んでしまったと。あの時キスしておけばっていうのが、これ多分このドラマの根幹というかね、に関わってくるんでしょうけども、だからあの時キスしておけば飛行機事故ね、一緒に沖縄に行って、飛行機事故に遭うこともなくみたいなことになってくるんでしょうけども、麻生久美子さんが書いている漫画の大ファンで、スーパーでバイトしている松坂桃李さんが、たまたまそのスーパーにたまたまというかね、来てた麻生久美子さんと出会って、家政婦のようにね、飼いならされるといったところで亡くなってしまうというところから物語は始まってるけど、なかなか入り組んだ設定というか、でもうありながら出てる、よくこんなねむちゃくちゃなんて言うと日常じゃありえないような、それをドラマでやるからこそなんでしょうけども、結構ぶっ飛んだねむちゃくちゃな話でありながら、なんですね、拒絶するわけでもなく、ぐいぐい引っ張られるなと思ったら、やっぱり出ている役者さんがみんなすごいんですわ。本当に松坂桃李さんもそうですけども、麻生久美子さん、それからね井浦新さんに麻生久美子さんのお母さん役でね、岸本佳代子さんが出てるんですよね。これがまたねいい味してるじゃないですか。それこそ北の映画でもねよく出てきましたけども、本当に面白いというか、できるってね、誰目線で発言してんだと思うんですけど、本当に素晴らしいですよね。あとはね、スーパーの店員さんで出ている、方で、なんて方ですかこれ、裏地布さんね、韓国のアルバイトの韓国人の役なのかな。ここなかなかね素晴らしかったね。一気に引き込まれというのも、この人がキーパーソンというかね、井浦新さんが誰だったのかを知ってたというか、に恋をしてたんですね。清掃員、スーパーに掃除に来る人に恋をしてた。それで私の恋も終わっちゃったわって写メを見ながらっていうところで、実はね麻生久美子さん亡くなった、魂が乗り移った漫画家だと言い張ってたこのおじさんは誰なんだっていうのがここでわかるみたいなね。なんかねすごい見れば見るほどね味わい深い
ドラマ。しかしね、これ深夜の枠でしょ。これなかなか結構無茶なというかね、設定ではありますけども、まあ出てる役者さんが本当みんな素晴らしいね。あと漫画の出版社の社員のね、役者さんも全員すごいね。いや、面白いのをまた見つけてしまいましたが、残念ながらね、ボブの髪型の人が、まあ、いることはいるんですけど、ちょっと、少ないなそこだけしか見てねえのかっていう話はあります。あとね、あれですわ、スーパーのアルバイトの、あれですか、こう役職どころで言うと、リーダー役の女性の方がね、これなんて人ですか、猫瀬椿さんって方ですかが、あれですわ。もう、白木に見えてしょうがないっていうね。それだけが言いたかった。はい。まあね、テレ朝なんで、無料前話はね、テラサってあれ1話ずつ見れるんだね。1話、買って見れる仕組みだったんだっていうのをさっき初めて知りました。なので、サブスクでね、こうテラサに入って、テレ朝の見逃しを、ね、見るのもいいですし、まあ1話ずつこれは見れるようなので、いいなって思いましたね、テレサのやつは。といった感じで、今日は、何でした？あの時、キスしておけば、皆さんも経験が、あります？ないでしょ。そういう、なかなかそんなシチュエーションってないでしょ。あの時キスさえしておけば、こんな、今、ね、現状、こうはならなかっただろうみたいな。ありますか？俺はね、ありますよ。こう言っちゃなんですけども、ね。あの時、ね、キスをしておけば、今はこんな暮らしは、ねえよ、そんなことね。みたいなことをね、考えながら見てみるのもいいんじゃないでしょうかというので、今日はあの時キスしておけばね、なんか本当に不思議なというかね、ドラマでしたけども、変な話というかね、こう浮世離れしたストーリーなんですけども、それがこう現実的にというかね、感じられるようなのはやっぱりこう、いや、役者ってすげえなって思いながら見ておりましたといったところで、ちょうど時間となりましたね。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。